ビットコインがついに10万6000ドル台を回復しました。しかし、この上昇の裏側では、なんと12億ドルもの資金が ETF から流出していることが明らかになっています。価格は上がっているのに資金は抜けている。このねじれた市場構造を理解しているかどうかで今後の投資判断は大きく変わります。今日はその背景を徹底的に分解し、さらに XRP やソラナの資金流入までを含めて今市場で何が起きているのかを一緒に見ていきたいと思います。では、なぜビットコインは爆上げしているのに ETF 市場から過去3番目という巨大な資金流出が起きたのか、なぜ11万8000人以上のトレーダーが一気に生産され34億ドル以上のショートが焼かれたのか、なぜ XRP がビットコインを上回る 9% の上昇を見せ、取引量は 38% も増えているのか、こうした矛盾した現象は市場が大きな転換点に差し掛かっているサインです。表面的な価格上昇だけを見ていると次の大波を見逃します。では、まずは事実ベースの整理です。ビットコインの価格が急反発しました。アメリカ政府のシャットダウン問題が解消に向かい、上院で法案が前進。これがリスク資産に安心感を与え、ビットコインは10万6000ドル台まで急回復しました。これは10月初旬の高値から 20% 以上下げた後のリバウンド。2番目は生産イベントが発生。そして驚くべきなのは、ショート税が一斉に焼かれたこと。24時間で3億4185万ドル以上の生産されたトレーダーは11万7978人、ビットコインのショートだけで約1億675万ドルが吹き飛びました。ETF 市場では逆流も起きています。しかし同じ期間、アメリカのビットコイン現物 ETF から 12.2 億ドルが流出。これは歴代3番目の巨額流出。ブラックロック、フィデリティといった大手の商品からも資金が抜けています。そしてアルトコインの動きです。XRP は 9% の急騰、取引量はプラス 38% となっています。ソラナには資金流入が続き、アルト全体の地合いが好転しています。そしてトランプ政権が次期刺激金として2000億ドル規模を検討との報道もあり、無料の資金がクリプトに流れるという期待感が上昇を加速させています。では、ここからが本題です。今回の市場、本当に異常です。価格上昇の主因は需要ではない。ビットコインが上昇した理由は単純な買いが増えたからではありません。ショートの踏み上げが主因です。つまり上がっているから安全ではなく、ショートを踏ませた結果上がっているだけなんです。そして ETF の大流出は機関の恐怖心理です。ETF から12億ドルも抜けたということは、機関投資家はまだ強気ではないというサインになります。市場の素人ほどビットコインが上がっている、買わねばって焦りますが、機関は逆で不安だから ETF を売って逃げるという行動をとっている。この現象は珍しい。価格が上がっているにもかかわらず、機関は逃げている。このねじれが最大の警告サインです。そして意外な事実についても触れておきます。ETF の流出中にも現物市場の個人買いが続いているということです。ここが今回の意外な事実です。実は ETF が売られている時にも現物市場では個人投資家の買いが強烈に入っている。つまり機関が売り、個人が買っている。まさに逆転構造となっています。そして XRP とソラナへの資金流入は市場ローテーションの兆候と言えます。ビットコインが上がりきると次に向かうのは勝ちやすいアルト。今回それが XRP とソラナ、XRP のブルフラッグ形成など技術的強さも見え始めています。アルトのターンが近づいていると思ってもいいんじゃないかと思います。そして短期的に見てみた場合には警戒しつつチャンスがあるという風に見ていくといいと思います。ビットコインが10万6000ドルを維持できるかどうかっていうのが焦点。ETF の流出が止まれば再度の上昇も十分にあり得る。そして中期の視点で見た場合には政策が鍵です。政府シャットダウンの解消、刺激金の政策、規制緩和など政治イベントがクリプト市場の追い風になっています。選挙イヤーで資金が流れ込みやすいというのもあるんじゃないかと思います。そしてアルト市場、ローテーション本
格化の可能性、XRP は 1.9 ドルのレンジを抜ければ10ドル視野、ソラナは機関の資金が向かっています。さて、こういうねじれた相場になると人間の判断だけではトレンドを読むのが本当に難しくなります。僕もそうですが、毎日24時間市場に張り付いて全てのデータを読むことはできません。そこで最近はビットレード X の AI トレードのデータをサブ指標として活用しています。感情に左右されずデータだけで判断する AI の動きはこういう複雑な相場環境で非常に参考になります。押し付けるつもりはありませんけれども、市場のねじれを把握する一つの手段としては有効だと思います。そして、ビットレード X ですけれども、明日11日の午後14時30分からウェビナーにて説明会を行いますので、ぜひね、興味がある方はウェビナーの方に参加されてみてください。ウェビナーのリンクは概要欄に記載しています。はい。では最後にまとめていきます。今日のポイントを整理しますと、まずはビットコインは 10.6 万ドルへ回復していますが、その裏で ETF から12億ドルの流出があります。生産イベントによる踏み上げが相場を押し上げていて、XRP とソラナに資金が流れ始めている。そして政治イベントがクリプト市場の方向性を大きく左右しているというのが今回の内容になっております。そして重要になってくるのは、この市場の二重構造がいつ解消されるのかという点になります。解消される瞬間が次の大相場のスタート地点になっていくんじゃないかなと思います。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。